皆さんこんにちは。ラテ先生の税金豆知識。今回は得する還付申告忘れやすい項目トップ6がテーマです。今年もいよいよ所得税の確定申告時期がやってきました。確定申告は個人事業を行っている方にとっては税金を納めるために行うものです。しかし会社員は年末調整を受けているので、確定申告すると税金が戻ってくることが多いです。これを還付申告と言います。2023年分について言えば、確定申告の申告納付期限は2024年2月16日から3月15日までです。一方、還付申告の申告期限は2024年1月1日から5年後の2028年12月31日までとなっています。今回はこの還付申告に絞ってうっかり忘れやすい項目トップ6を見ていきます。ぜひ忘れず得する還付申告をしていただければ幸いです。還付申告で忘れやすい項目トップ6を6位から1位まで順番に発表していきます。講師はラグドールのラテ先生です。順位ごとにヒントを出しますので、ぜひ一緒に考えてみてください。第6位は、忙しくて時間がなかった。特に副業を持たれている方に関係があります。それは副業の赤字です。決して本業の片手間ではなく、本腰を入れて副業を行っている場合には、その副業は事業的規模として取り扱われます。そうすると、所得税法上、事業所得に分類されます。しかし、どんなに本腰を入れて頑張っても、事業が赤字になってしまうことはありますよね。そのことをフリマアプリでの副業の例で見てみましょう。商品の販売価格から購入代金、梱包費用など、送料、販売手数料を差し引いた残り、普通はこれがプラスになるのですが、逆にマイナスになってしまうのが赤字です。この事業所得での赤字は他の所得との通算が可能となっています。具体的には本業の給与所得との相殺です。こうした所得税法上の通算により、その分所得と税金が減ります。本業と副業でお忙しい中大変ですが、帳簿付けは今からでも間に合います。しかも将来事業が黒字になった時には逆に確定申告義務を負うことになります。きちんと帳簿をまとめて還付申告を受けましょう。第5位は、事前に損得計算しないとダメ。それは国内株式配当金です。投資で国内株式投資をしている方も多いと思いますが、配当金は法人側で課税済みの所得が株主に分配されます。したがって所得税には二重課税を避けるため、配当控除という制度が用意されています。東京証券取引所に上場されている株式の配当金を例に見てみましょう。第一に、何もせず配当金を申告しないと、所得は給与所得だけで算出された課税所得に税率 5% をかけます。所得税額は年末調整後と同額の8万4000円となります。第2に、配当金を申告すると、所得は給与所得に加えて配当所得が総合されて、一旦は課税所得が増えます。その課税所得に税率 5% をかけて8万9000円となりますが、その金額から配当控除 10% を差し引きますから7万9000円となります。その7万9000円から特定口座で源泉徴収された所得税 15% が戻ってきますから、所得税額は6万4000円となります。よって所得税額を見ると、括弧1より括弧2の方が多く、配当金を申告した方が有利であり、所得税の還付を受けられることがわかります。ただし、給与などの収入が高くなり、所得税率が上がると、配当金申告は逆に不利になり、納付となる場合があります。事前に申告すべきかどうか、必ず損得計算をしてから申告することを忘れないでください。第4位は、今年は確定申告するからね。それは、ふるさと納税です。
ふるさと納税にはワンストップ特例という便利な制度があります。この申請をしておけば、5つの自治体までの寄付ならば、年末調整のみの方は確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵が受けられます。ただし、一旦ワンストップ申請はしたものの、他の理由で還付申告、確定申告することになった場合には話は違ってきます。その場合は、ふるさと納税分の寄付についても改めて申告をしてください。せっかくワンストップ申請したのに、これじゃ二度手間じゃないか。その通り。でも、節税のためだと潔く諦めましょう。なお、今ご説明したように、還付申告、確定申告を行う場合には、ふるさと納税分の申告をその中で行う必要があります。その時、確定申告書の記載欄によく注意をしてください。注意するのは、確定申告書の第1票、そして第2票です。記載欄を間違えると、税務署から住んでいる自治体に誤った情報がそのまま行ってしまい、所定の住民税還付が受けられないことがあります。第3位は、おい、ちょっと勘弁してくれよ。それは国民年金保険料です。昔と違って、今は20歳になると国民年金に加入しなければなりません。配偶者の場合は、配偶者自身が働いて厚生年金に入っているか、本人の第3号被保険者になっているかのいずれかなので問題はありません。問題は成人した子供の方です。国民年金は年間保険料が約20万円ですから、就職するまでは親が代わりに負担してあげることが多いのではないでしょうか。親が保険料を肩代わりした場合には、社会保険料控除として年末調整または確定申告で所得税還付が受けられます。でも、申告に必要な国民年金保険料控除証明書は、被保険者本人である子供の方に郵送されてきます。還付申告がすっかり終わって息をついた頃、子供から、お父さん、こんな証明書あるけど捨てちゃっていい？と、控除証明書を持ってくる場合があります。おい、ちょっと勘弁してくれよ、と言いたくなりますね。思春期の子供は親との会話も途切れがちですが、ご存知のアルバイト収入超過と国民年金保険料証明書だけは必ず子供に確認してから還付申告をするようにしてください。第2位は、それ入れていいの？それは保険適用外の医療費です。最近は加入している健保からも医療費データがもらえて、医療費控除の取りまとめは大変便利になりました。でもちょっと待ってください。そこには当然、健康保険適用外の医療費は含まれません。還付申告をする際には必ず基本に立ち戻りましょう。医療費の範囲は病気や怪我を治すために通常必要なものであることがキーワードとなります。したがって健康保険の適用外でも OK です。以前からよく知られているものとして、妊娠・出産、最近よくあるのが虫歯のインプラント治療ですね。美容整形は基本的に NG です。でも、歯科医師による眼科リスクのあるほくろの除去、歯の噛み合わせ矯正などは OK です。予防接種も基本的に NG です。でも、流行感染症にかかると重大な持病が悪化してしまうと医師が判断し、予防接種を指示した場合には、医療費として認められる余地があります。人間ドックや PCR 検査も基本的に NG です。でも、重大な病気が発見され治療につながった場合には治療の一環なので OK です。マッサージ、針、灸、医薬品などはそれが健康維持のためならば NG です。でも治療療養のためならば OK です。あと細かくて通院記録を追うのが大変ですが、往復交通費も OK です。以上ご説明したものは健康保険適用外であっても医療費控除の対象となりますので忘れないようにしましょう。栄光ある第1位はあまりに身近でも実は遠い、それは配偶者控除です。配偶者控除は給与などの所得が一定以下の配偶者を持つもう一方の配偶者に対して適用される所得控除です。
この制度は年末調整だけで適用できるのですが、配偶者の所得を正確に把握しておかなければなりません。最近は働き方改革などで女性の社会進出が進み、専業主婦は少なくなり、場合によっては妻の稼ぎが大きく増えることもあります。こうなると配偶者控除が適用できるかどうかは毎年判定しなければなりません。ただ、キャリアを重ねて稼ぎが増えてきた妻に対して、給与収入はいくらと聞きづらくなってきていませんか？でも配偶者控除は所得控除の中ではとても重要で、かつ簡単に適用できる制度です。また、子育て終了後に不幸にも夫を亡くされた妻の方には、家父控除という制度も合わせて用意されています。人生100年時代を共に支え合い、豊かな老後を迎えるためにも、今からでも遅くありません。毎年所得を確認し合い、節税を通じて生活防衛に努めましょう。還付申告で忘れやすい項目トップ6はご覧の通りです。これからの申告に向けてぜひご参考にしていただければ幸いです。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。今回のテーマは以上です。次回もお楽しみに。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。